ここは知る人ぞ知る都内のとある喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここでは格闘ゲームを愛するプレイヤーたちが日々格ゲー談義に花を咲かせ、熱いゲームバトルを繰り広げています。今日のお客様誰かな、楽しみだね。いらっしゃい。お願いします。鉄拳のプロゲーマーのたけさんとのびさんがいらっしゃってくれました。日本屈指の鉄拳プロ集団チームヤマサ所属たけ。鉄壁の守りを軸としたプレースタイルで9月に行われた鉄拳プロチャンピオンシップでは見事優勝。世界が注目するプレイヤーの一人です。同じくチームヤマサ所属の鉄拳プロプレイヤーのび。接近戦を得意とした超攻撃的なプレイで観客を沸かすエンターテイナー。エボでの優勝経験もある世界トップクラスのプレイヤーです。森田武といえば先日行われた、鉄拳プロチャンピオンシップ、そのグランドファイナルでこの2人が戦ったんですよ。9月14日に開催された鉄拳プロチャンピオンシップ日本代表決定戦2019。竹谷のびをはじめ11人の鉄拳セブンプロプレイヤーが激突する大会。長崎で2人この舞台に立てたことがすごい誇りに思っています。こういう大きな舞台に立つの初めてなんで、頑張ります。優勝を目指して頑張ります。以上。1回戦負けが多いのでここで乗り越えられるように頑張ります。優勝すれば賞金150万円と国際大会への出場権を手にすることができます。ルーザーズ準決勝は同世代対決となったダブル VS ノロマ。壁があるぞ。下段だ。ブレイクロー。勝ったのはスピードスターダブル。もう一方のルーザーズ準決勝はのび VS チクリン。銃弾当て身が投げよう。待ってからハンマーコック。しかもスクリュー温存。うわー、すごいコンボだ。100点満点。優勝すれば賞金150万円と国際大会への出場権を手にすることができます。これは EX 非常日輪山。かなり減る。さらに運んでいく。マジでしかもこのデッドリレーでダメージ上がっているんだぞ。どこまでいく。もう一回もう一回。緊張感のある激戦を制したのはのび。最後はリターン重視でしたけれども、ルーザーズファイナルは勢いに乗るのびと今大会のダークホースカレー。レイジャーツ。試合はカレーが先に2セットを取りリーチをかける展開に。しかし粘るのびが逆転に成功。予選から無敗の竹が待つグランドファイナルへ駒を進めます。ルーザーズののびはまず1勝してリセットしなければいけない状況。そして見事勝利し最終決戦までもつれます。その後も一進一退の攻防が続きセットカウントは2対2へ。そして壁コンボいけずしゃがんでる。お互いの全てを出し尽くした死闘。制したのは竹でした。僕の鉄拳の歴史の中であんなしびれた試合ないです。しびれた？マジでしびれました。でもすんごい楽しかった。僕も個人的にはこんなに負けたくない試合っていうのはあんまりなかったんで、すごい悔しかったですけど。お二人のプレイスタイルの違いっていうのも教えていただきたいなと。僕はすごい守る守備型。のびはもうとことん攻める攻撃型。つまんない戦い方で面白い戦い方って見てもらえたら分かりやすいです。それが一番。それを認めちゃうの？いやいいですよ。玄人好みの鉄拳なんで、一部の人はすごい好きなスタイル。それなんでこういうそのスタイルになってったんですか？大君って本当に自分の人間性が丸々鉄拳に出てて人を一切信用しないんですよ。この後この行動が大体大丈夫じゃないって思っちゃう人なんで。孤独。いやそう孤独の選手です。で僕は逆にキャッチフレーズが相手とキャッチボールだと思ってやってるんで。僕そっち側ですよ。そうですよね。この人受け取んないんですよ。そうなんだ。自分しか信じません。
竹とのびは10年以上前から鉄拳を通して知り合った旧知の仲。そんな2人の出会いはどんなものだったのでしょう。で初めての初対面の印象どうでした？なんかもともとは僕がその巣鴨のゲームセンターで鉄拳のインストラクターをやってた頃があるんですけど、その僕が教えてる子たちとかと対戦させたりとかをするようになってて、凄まじい速度で強くなってて、怪物を育てたみたいな。努力が本当にすごくて、週7ゲームセンターにいて、まあさすがにゲームセンターに12日って人いないんですけど、サンドイッチを食べながらずっと CPU 戦練習してるんですよ、3、4時間。なんか知んないけど想像できる。やってそうって思っちゃった。もうすいませんって、結局12時から夜の12時まで鉄拳やって、で寝る時も3、4時間ずっといろんな上手い人の動画を見てっていうのを週7、2年間繰り返してたらこうなりました。こうなりました。怖いです。集中力が怖いっすよ。だって3日ぐらいで通信制限かかるんですよ。動画が始まってから。そうです。ただ彼が言うには夜の12時から2時は制限かかってても見れるらしいです。いやそんなテレ放題みたいな。現在はチームヤマサでチームメイトとして戦う2人。プロになった今、お互いに対する意識にも変化が。今の関係はいかがですか？相変わらずもうライバルって感じなんですか？まあライバルっていうよりも、僕たちがやるミッションはそのヤマサっていう3人で壇上に上がること。なのでもしその通過点に当たっちゃったらもう敵です。そこは仕方ないです。ただ基本的に僕たち3人は応援しないんですよ、お互い。しません。頑張れよとか言いそうですけどね。頑張れよ程度は言いますけど、特にこの人とユウさんって人は僕に対して一言も喋ってこないんですよ。喋らないけどやっぱお互いは気には。もちろん見てますよ。試合は見ますよ。そこは信頼してるんです。信頼っていうか、まあその負けてもかける言葉ないですし、勝つのが仕事なんで。勝つのが仕事。かっこいいな。かっこいい。世界的人気を誇る鉄拳シリーズ。来年1月のエボジャパン2020ではメイントーナメントタイトルの一つに鉄拳7が決定。お二人の出場はエボジャパン2020、こちらのタイトルとして鉄拳があるということが発表されました。出ます？もちろん。いやなんで一瞬渋ってんですか？出ないある？出ないあるの？出ます。なんだよ。鉄拳といえばですね、本当にグローバルな格闘ゲームなんですよ。なんか今まで韓国が強いっていうのは聞いたことあるし。そうなんです。で韓国がたまに勝ったり日本が勝ったりっていうのを繰り返したんですけど、今年に入ってパキスタンからアルスナッシュっていうとんでもない選手が出てきました。このインターネットの発達とかもあって、そのどこにいてもある程度強い戦術とか戦い方が分かるようになったことで、純粋バイオのとんでもないやつが本当に現れたんですよ。パキスタンが強いっていうのはもう今みんな知ってるじゃないですか。そうですよね。でもつい最近ペルーで行われた大会は韓国の人たちが出てるのにもベスト4には一人も韓国勢いないんです。あんなに全員ペルー。地元ペルーだ。そしたら何それ？今度はペルーマジ強えってなったら、コートジボワール勢が俺らの方が強いってなる。何それ？お前らどこで鉄拳やってんのと思って。そんなアフリカです。アフリカ。いやもうそんな感じじゃないですか。だからさ、やっとの思いで四天王を倒したら七福神いたみたいな。増えてるみたいな。話聞いてたらだんだん鉄拳やりたくなってきましたよ。やりましょあるんですか？う。あります。じゃあちょっと鉄拳のプレイ見せてもらってもいいですか？はい、もちろんです。お願いします。今週のゲームは鉄拳7。世界中の格ゲーファンから熱い支持を得る 3D 格闘ゲームの代名詞。美しいグラフィックや直感的な操作を楽しめます。全然初心者なんですけど、ちょっと教えていただけたらなと。私も一緒に教えてください。了解しました。お願いします。今回は初心者2人に竹とのびが鉄拳の楽しみ方を伝授。まずはキャラ選びから。僕はね、使いたいキャラクター決まってて、このねファランというねテコンドー使いを使いたいんですけど、いつかちゃんどうする？いや、いっぱい可愛いのいるよ。ほら、なんかこのリリちゃんとか可愛いです。可愛いです。アリサちゃんとかさ。可愛いです。私結構気になってるのは、上から本当にやばいけどな。上から3段目。これかなんでやねん。これか。どれ2段目の右から3番目。2段目の右から3番目。これなんでだよ。いや、女子で使ってる人見たことない。確かに。衣装を見せてもらっていいですか？衣装、はいはいはい、あるよ。これをこれ？そうです。これがめっちゃちょっと好きで。どう好きなんですか？悪い男が好きとかいうレベルじゃねえぞこれ。なんかこう守ってくれそう、優しい心がものすごく繊細そうで、これにします。どの情報で？大丈夫かいしちゃった。
とりあえず歌広場はファラン、いつかはマードックに決定。いやでけえキャラクターでこれ本当に好きっすか？もう一回こんな近くでこれで2メートルありますよ。守ってくれそうだ繊細かどうかちょっと分かんない。鉄拳はすごい分かりやすくて、自分の四肢と連動してるって思えばよくて、ボタンを4つ使うんですけど、左上が自分の手でいう左手なんで左パンチで、右上が右パンチ、左下が左キック、右キックって言って、ボタンを押したらその対応する手とか足が全部出るので、それで覚えていくのが一番手っ取り早いですね。であとは同時押しをしたりすると同時専用の技が出るんです。例えばマードックだった場合は下2つを押してください。これすごい繊細ですよ。ここで鉄拳ならではの入力方法がありまして、同情するってずれちゃったりすると同情じゃないじゃないですか。片方のボタンを押しっぱなしにして左を押したまんまで、そうですできた。これやってくれてんの？僕のキャラクターは、はいファランに関しては本当にむずいです。でもね僕ねコンボ一つだけ知ってるんですよ。はいいきますよ。はいはいあー素晴らしい。これこれね8年前のコンボです。8年前の。俺練習したコンボ8年前のコンボだったまずどうやって8年前のコンボ知ったのかいや知りたい。確かに。ちなみに結構難しい方です今のコンボは。確かに。なんでそれができるんであれば結構難しいコンボもできると思います。へ赤くなるんですよこういう状続いて態になった時に。鉄拳の特徴となるレージシステムの解説。それをすると必殺技で。体力が減ると赤いエフェクトが出てレージ状態に変化。少ないでしょこの動き。これが可愛いんですか？レージ状態では技が強化され、レージアーツという超必殺技が繰り出せるなど一発逆転も可能です。超かっこいいし超減ってんじゃん。そうですそうです。じゃあ俺もうごめんなさいって言う。ごめんなさいってやってる。それでごめんなさいの状態で下と右パンチをしてください。みましょう。ほらごめんなさいからの。ほらじゃないよ。鉄拳楽しい。ということで2人で対戦してみましょう。初心者同士のバトル、教えてもらったことをうまく実践できるか。なんかおっしゃそうです。はいボタン連打してるだけでもいいですよ。ちょっと待って壁はやばい。壁はやばい。何壁はやばい。壁はやばい。そう投げていい。あレイジ。プンプン。ちょっと待って。ちょっと待ってガードしてない。あこれ危ないんじゃない？俺大丈夫？生きてるかな？頼む。素晴らしい。マジ教えられたことすぐやってんじゃん。行くぜ。分かった。これはね間合い調整が重要。やだいやコンボがむずい。はい8年前のコンボなんてこれ。古すぎる。なぜか知ってんの？なぜか8年前のコンボだけできる。なんでだマジでうまいわ。よしファイナルラウンドいくよ。いきます。よし。いいよ。タックルはずるい。はいちょっと待って。おいローキックはずるいわ。覚えちまった。危ない。これまだある。やばい。危ない。いや大人げなく戦っちまったぜ。どうでした今？いやうまいっすね本当に。やっぱゲームやってたんだなっていうのが歌広場さんが見て思いました。いつかちゃんも言われたことすぐできる。いや普通にタックルいってんのやばいですもんね。でも結構難しかった本当にタイミングが。あんまり分かってないけどボタンを押してるだけでかっこよくて楽しかったね。いや対戦盛り上がったんだけど武さんのびさんの試合見てみたくない？めっちゃ見てみたいです。ということでお願いしてもよろしいですか？負けそう。これは絶対面白くなる。ということでタケ VS のび、窮地の中である2人の因縁の対決です。
チャンピオンシップじゃ負けちゃって、彼は150万を手にして僕60万だったんですけど、ここで勝ったらそのお金はもらいます。なるほど。じゃあそれを渡さないように僕はちゃんとしっかり勝ちたいと思います。それでは、スタートしてください。お願いします。お、握手したいい真顔になったよ急にのびさんが。左のこの和美は結構スタンダードな小技が強い、ジャブとか左アッパーとか、細かい技がすごい強いキャラ。なんでこんな方だったの？誰なの？スカロなんちゃらですね、これは。はい、今回、カスタマイズ選べるんで、いろんなカスタマイズの中からノビは格別にひどいやつを選んでますね。せっかくのイケメンが。結構このゲームはその接近戦でこうやって殴り合っていくんですけど、技がすごい速いんですね。でかつその上段中段攻撃は立ちガード、下段攻撃はしゃがみガードしなきゃいけないんですけど、相手の攻撃を見てからガードするのがすごい難しいゲームになってます。これだからあれですよね、中間距離で相手の技を透かしてからっていうのが基本になってくる。そうですね、相手に触られないことは重要なんですが、今さりげなく虎で追撃しましたね。そうです、倒れた相手を。これいわゆる主体蹴りと言われているテクニックでですね、こういう大会では非常に重要、相手に対して精神的優位を取るためにこれ投げ技です。のびさんの口プレーが出てきましたよ。のびのキャラクタードラグノフは今みたいに突進しながら殴りかかるロシアンフックアサルトっていう技があるんですけど、これを主軸にここから攻め込んでいくキャラクターです。試合の展開がめちゃくちゃ早いね。早いです。で現在今、左の和美レイジになりました。これを使ってレイジドライブという長射砲を打ったんですが、それをガードのびで攻め込んできたのびがラウンド取りがペコさんが突然レイジになりましたっていうから地方始まったかと思ったよ。なるほどね。そのレイジではありません。一発逆転の技ってことですよね。体力が減ってくると怒って攻撃力が上がる、もしくはそこからその使って超必殺技が打てるっていうシステムです。あ、すごい。バキって今接近戦が続いてます。やはりその和美の小技、これを生かしていますね。竹谷さんがチクチク攻めてますね。これであと一発でのびはレイジになります。これでレイジです。攻撃力が上がりました。ここはしっかり反撃、お互いレイジで強力なレイジドライブを使って攻めるのはのびです。しかしここを割り込んでくる竹、そしておお、避けているレイジドライブをフレキシブレール顔で煽りに行く。追い込まれたのみが0時状態から華麗な逆転劇でリーチ。このままプロチャンピオンシップでの雪辱を晴らせるか。顔で煽りに行く。ゲームセンター出身なんで、やっぱりこういうプレーが、ね、お互い好きなんですね。お互いこの下段攻撃は強いんですけど、読みでしゃがんでガードショットに反撃をしっかり決めていく。痛いお釣りが入ってくるんですね。これのびがもうリーチです。2ラウンド取りましたね。竹はここから2ラウンド必要。ハイキック、このですね鉄拳のこのハイキック、これ非常に強力です。カウンターで当たると連続技にいける、壁際を使うと連続のコラが出してつないでいきます。これでフルセットまでもつれ込む竹 VS のび。果たして結末は？あ、出た。コラを使っていきます。かっこいい。これで決定戦最後のラウンド、膝から浮かせていく。まずは竹が先手を取りました。空中コンボトラで運んでいきます。壁、この壁に追い詰められると投げないと聞こえるの。やめてって聞こえる。レイジののびどうする。竹はあとは削るだけか、削っていく。しかしこれうまく横移動リーチを入れ替えて壁に竹を追い詰めたぞ。追い詰めた。壁だ。まずレイジドライブ、お起き上がり攻めていく。何か起こりそう。カウンター、どうなる。ジャイアンパン2つ勝ったのは竹です。ちょっとでもさすがにちょっと嬉しそうですね。最初はのびさんがやっぱリードするんですけど、僕はその行動に対応しながらっていういつも通りの展開でした。のびさんいかがでしたか、今の試合。テレビなんで何々にしないとなとは思ってたんですけどね。また負けちゃった。いや、いい試合でしたね。いい試合でした。ありがとうございました。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。前回はドグラ先生、ハメコ先生と一緒にいろいろなゲームをプレイ。いつかがやり込むゲームを決めました。個人的にはもう原点、格ゲーの原点といえるストリートファイターがすごい楽しくて、愛情を込めてザンギエフに。やり込みゲームはストリートファイター5アーケードエディションに決定。そして今週はプロゲーマーの時戸先生によるワンポイントレッスン。よろしくお願いします。お願いします。まずはね、レベルを知ってから僕らもアドバイスしていきますんで、お願いします。いきます。
始まりました。ということで CPU レベル5のベガでお手並みを拝見。あれオッケー。いい。結構やる。結構やる。向いてるか向いてるか。おい発動できんの。すごいすごい。なるほど。ちょっと待って、逸材を見つけちゃったんじゃないこれ。ちょっと待って。その後もクリティカルアーツやコパンからのコンボなどガンガン攻めるいつか。てか今のうまい。うまい、普通にうまい。うまい。先生も驚くほどの攻撃力。しかしだんだんと弱点も見えてきます。ガードができないんです。ガードができないんです私。ゲージがでも見どころめっちゃあったんだけど。マジで満載でしたよ。とんでもないです本当。めっちゃ汗かきました本当に。練習してるんだなっていうのが伝わってきたんで、教えがいがあるってもんですわ。それでは早速時戸先生に教えていただきましょう。格闘ゲームの基本いろいろあります。対空やらコンボやら。ただまずはガードです。ガード。今回の格ゲーレッスンはガードの基本について教えていただきます。最小限にダメージを抑える術をちょっと教えたいと思います。お願いします。で基本的にしゃがみながらガード斜め下左斜め下左入れると動くことなくガードだけできる。すごい。これは基本の形です。ただ相手がジャンプ攻撃をした時だとここしゃがんでガードしてもらいます。こう食らっちゃう。やだ。この時だけ立ちガードしたいです。なるほど。僕が適当に攻撃するんで、お、いいっすよ。あ、なかなか崩せませんね。どうだ。そういうこと。すごい。そういうこと。これやったね。いい番組これ。打撃で崩されるってことはまずなくなるんで。なるほど。まあ投げとかがあるんで、それはまあおいおいで。おいおい。食らっちゃう。もう一回お願いします。食らっちゃう。もう一回お願いします。俺嫌いじゃないんだよなこれ。最初は失敗ばかりでしたがしばらくするといいですね。もうガード完璧じゃないですか。いいですね。いいです。これってもう全然ね体力減ってないんですよ。なるほど。でガードしてると勝手に距離離れるんで、こっからまた相手一回仕切り直してまたその攻撃攻防のやり取りをしましょう。近距離はガード固めて一回しのぐ。その術はもう伝授したんで。はい、これ練習します。教えていただいてありがとうございます。はい、頑張ってください。頑張ります。ガードの基本を学んだいつか。次回はボンちゃん先生のジャンプ攻撃講座です。お楽しみに。今夜の格撃室ハメ順はのびさんとたけさんが来ていただきました。今まで僕結構いろんな人に鉄拳を教えてきたりする中でいろんな女性にも教えてきたんですけど、本当にマードックを可愛いって言ってる子って一人も今までいなくて。そうだ。この目を見て。のびさんのこの真剣な眼差し。勉強になりました。サテンでまさか僕が鉄拳をやる日が来るとは。皆様とこういう場で僕の好きな鉄拳を通じたお仕事をもらえたっていうのはすごい鉄拳やってよかったなって思います。今日はありがとうございました。のびさんとたけさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。来週は鉄拳プロゲーマーのダブルさんとカヌカナさんがご来店。